開業から約1年、沖縄北部に誕生した巨大テーマパーク、ジャングリア沖縄。しかし現在ネット上では、ガラガラ、高すぎる、期待外れ、もう終わっているなど、かなり厳しい声も出ています。でもそれは本当なのか？本当にこの巨大テーマパークは開業からわずか1年で終わってしまったのか？今回は実際に現地へ向かい、ネットの評判と現地のリアルがどこまで一致しているのか確かめていきます。こんにちは、翔です。今回僕はですね、沖縄県にやってきております。今僕がいるのは沖縄県の那覇市内にいるんですけど、今日はここから沖縄県の北部に向かっていきます。目的地は開業から約1年が経過した巨大テーマパーク、ジャングリア沖縄です。ジャングリア沖縄は沖縄北部のやんばるエリアに誕生した新しいテーマパークで、オープン当初からかなり話題になっています。ただ最近ネットで口コミを見ているとかなり厳しい意見がたくさんあります。ガラガラすぎるだったり、料金が高い、期待外れだった、二度と行かない最悪なテーマパーク、中には素人が作ったテーマパークというかなり強い意見までありました。もちろんネットの口コミだけでその場所の価値を決めることはできないです。ただネット上にかなり厳しい声がたくさんあるので、実際の現地がどうなっているのかめちゃくちゃ気になってるんですよ。本当に人は少ないのか、そしてアトラクションにはしっかり乗れるのか、そして料金に見合った価値があるのか、そして沖縄旅行の中でわざわざ那覇から行く価値があるのか、今回はそのあたりを実際に現地で行って自分の目で確かめていきたいと思います。というわけで安全運転で向かっていきます。それでは那覇市内を出発してジャングリア沖縄へ向かいます。ジャングリアがあるのは沖縄本島北部の今帰仁村。那覇市内からはおよそ90キロ、車で約1時間半ほどかかります。というわけで今那覇市内を出発して今高速道路の上にいるんですけど、ジャングリア沖縄っていうのは那覇市の中心部からすぐ行ける場所じゃなくて、沖縄旅行の中でもかなり時間を使って向かう場所になります。だから単純にチケット代だけじゃなくて移動時間であったりレンタカー代も含めて考える必要があると思います。それだけ時間をかけていって楽しめなかったら正直かなりショックだと思います。逆に移動時間をかけてもものすごい楽しめる場所であれば、沖縄旅行の新しい選択肢としてかなり価値のある場所になると思います。ジャングリア沖縄に到着しました。現在の時刻は約10時30分。オープンからおよそ30分が経った日曜日です。まず気になったのは駐車場の様子です。ネットではガラガラという声もありましたが、実際に見てみると駐車場はまだ4分の1ほどしか埋まってないように見えました。もちろん園内はとても広いので、この駐車場だけで混雑状況を判断することはできません。ただ日曜日のオープン直後として考えると少し意外な印象も受けます。ちなみに駐車料金は普通車で2000円、そして入場料は日本国内在住向けのワンデーチケットで大人6930円、海外からの来園者は8800円と日本国内より1870円高く設定されています。さらにプレミアムパスやスパ付きチケットなどを追加すると1日あたりの費用はさらに大きくなります。ちなみに僕は今回ワンデーチケット1枚とプレミアムパス1枚を購入して合計8800円でした。つまりジャングリア沖縄はちょっと遊びに行くというよりも、ある程度まとまった時間とお金を使って楽しむ施設です。だからこそこの価格に見合う体験ができるのか、ここから実際に園内入り、そのリアルを確かめていきたいと思います。ジャングリア沖縄にやってきました。すごい大自然、空気がめちゃくちゃ美味しい。でまず見ていきたいのは駐車場の様子と入り口の様子をちょっと見ていきたいと思うんですけど、今日は7月4日日曜日のだいたい10時半頃にやってきました。開園時間が10時なので開園から30分ぐらいで、今入り口の様子はこんな感じです。かなり人が少なくて歩きやすそうですよね。このジャングリアネット上ではかなりガラガラと言われてたので、日曜日に来たら本当にガラガラかどうか分かるなと思って今回日曜日に訪れてみたんですけど、人がいないというわけでは全然ないですね。こちらが駐車場の様子なんですけど、結構車たくさんありますよね。でもこれでも全体の3分の1ぐらいかな。
結構ね奥の方にはまだまだ空きスペースがあって、で車のナンバーとか見てるとやっぱりねレンタカーがものすごく多いですね。多分8割ぐらいレンタカーなんじゃないのかな。もちろん沖縄県民の方も訪れていると思うんですけど、ほぼレンタカーだと思います。にしてもやっぱり沖縄県日差しがとんでもないですね。今日は天気快晴なんですけど、気温は31度あります。なんといってもねこの日差しの強さ、多分撮影終わる頃には顔が真っ赤になってそうなぐらい日差しが強いです。で入り口なんですけど、チケットない人はこちらのチケット売り場で購入していくんですけど、一応ジャングリアの公式アプリがあって、ネット上でチケット買えばすぐに入場できるので、ネットで買うのをおすすめします。というわけで入り口入っていきます。うわすごい、本当にジャングルだ。うわやっぱりこの辺りはすごいワクワクするな。ほら出てきた、ジャングリア沖縄。いやかっこいいな。これもここでチケットを見せて入っていく感じっぽいですね。はい、ありがとうございます。入場するとこんなのもらえるんですけど、今もうすぐ1周年なので、1周年の沖縄のミンサー柄のブレスレットをもらえるので、これをつけて園内を歩いていきます。というわけで入場してきました。いやめちゃくちゃ雰囲気いいな。本当にジャングルの中に入ってきたようなテーマパークで、お客さんもネットに書かれてるようにめちゃくちゃ少ないのかなと思ったんですけど、今日日曜日っていうこともあって結構いらっしゃって、でもそんなに人がたくさんいるわけじゃないのですごい歩きやすくて、今のところの印象はかなり過ごしやすそうなテーマパークだなと感じています。このジャングリア沖縄は2025年7月25日に開業した沖縄北部の巨大テーマパークです。今帰仁村と名護市にまたがるエリアで、もともとゴルフ場だった場所を開発して作られました。敷地面積は約60ヘクタール、東京ドームに換算すると約13個分の広さがあるテーマパークになっています。さらに驚きなのが総事業費です。総事業費なんと700億円です。今まで見てきたどの施設よりもかなりお金をかけて作られてます。つまりこのジャングリア沖縄っていうのはただ新しく作られた遊園地というわけではなくて、沖縄北部の観光を変えるかもしれない巨大観光プロジェクトとして誕生しました。しかもこの場所っていうのはかつて USJ の再建に関わった森岡剛さん率いる株式会社刀も関わっていて、開業前からかなり大きな注目を集めていました。ただその期待がものすごく大きかった分、開業してからの意見っていうのは非常に分かれているような印象があります。入り口を見抜けるとあそこに巨大なバルーンが出てきましたね。あれがジャングリア沖縄の目玉のホライゾンバルーンっていう巨大な気球なんですけど、この沖縄北部今もちょっと風が吹いてるんですけど、ちょっと風が強いせいであのバルーン開業してから全然飛んでないみたいです。すごいもったいないよな。園内を見渡すとこういった感じの広さになっていて、かなり広いのが分かりますよね。でこれ周り見るとものすごく山がたくさんあると思うんですけど、実はこのジャングリア沖縄小高い丘に立っているので、僕ね最初来る時この道の先に本当に巨大なテーマパークがあるのかっていうような道を通ってきたんですけど、本当にね山を切り開いて作られたような場所ですね。でもこうやって今園内見渡してる感じだったら全然人がいないっていうわけではなくて、確かに開業からまだ1年しか経ってないテーマパークにしては、歩いてる人少ないかもしれないんですけど、歩きやすくていいんじゃないですかね。ではね早速この園内の中歩いていきたいと思うんですけど、僕がこのジャングリアに来る前少し面倒だなと思ったのが、アトラクションに乗る際にほぼ抽選じゃないと乗れないみたいです。抽選で当選するかプレミアムチケットっていって課金してチケットを追加すれば、確実にアトラクションを楽しむことができるんですけど、これが実際アプリの画面なんですけど、こうやって見てもらう通り待ち時間とか出てるんですけど、実際はチケットのこのアトラクション整理券っていうものがあるんですけど、これの抽選に応募して当選しないとなかなか乗れないみたいなので、基本的にこの整理券の取得を目指しつつで、僕今回5月に新しく開業したこのヤンバルトルネードっていうアトラクションのプレミアムチケット1枚だけ購入したので、まずはねこのヤンバルトルネードの方をちょっと楽しんでいこうと思います。ジャングリア沖縄の園内はかなり広く、大きく分けると入り口やレストランが集まるエリア、恐竜をテーマにしたエリア、上空を飛んだり吊り橋を渡ったりするアドベンチャーエリア、バギーや大型ライドを楽しむエリア、そしてスパのエリアがあります。アトラクションがあるエリアに来たんですけど、
やっぱり人全然いないね。めちゃくちゃ歩きやすくていい。開業から1年以内でこれだけ大注目されてるテーマパークがこれだけ歩きやすいってマジで最高です。お、やった。今ねアトラクション抽選してたやつ当選しました。やった。このスカイフェニックスっていうなんかね空を飛べるアトラクションがあるらしいので、やった。これも当選した。全然日曜日でも当選するじゃん。嬉しい。すいません、今ちょっとやんばるトルネードのこれ持ってるんですけど、これどっから行けばいいですか？もうね、向こう側に山の方なんで、あっちなんだ。そこをずーっと降りてってはい上がってってください。200メートルほどずっとまっすぐ。わかりました。ありがとうございます。もしこれ時間超えたらしたらどうするんですか？時間ね、超えないようにしてください。あ、わかりました。スタッフによっても対応してくれない時間前に行かない。あ、そうなんです。はいじゃあ今すぐ行きます。よろしくはい、ありがとうございます。マジか。これプレミアムパスね、結構時間シビアなんですけど、もし時間通りに行かなかったらスタッフによっては対応してくれないっていうお話されてましたね。うわ、それちょっとやだな。なんかせっかくこんな広大なテーマパークに来たのにゆっくり楽しみたいんだけど、そこはね、ちょっと仕方ない部分もあるのかもしれないですね。これも結構楽しそうだな。ブランコかな。一体どういう動きするんだこれ。うわー、すっげえ激しいブランコ。楽しそう。やんばるトルネードの方に歩いて向かってるんですけど、なんかねやっぱりこういった部分、周りとかあんまりテーマパーク感がちょっと少ないっていうか、例えばディズニーとか USJ とかだったらアトラクションに向かう時間もなんかいろんな街の景色とか見れて楽しいなってなるんですけど、ジャングリアは本当に、ジャングルをテーマにして作られたテーマパークなので、なんかちょっと無機質っていうか、歩くときは楽しみはちょっと少ないかもしれないですね。見えてきた。あれが新アトラクション、やんばるトルネードがめちゃくちゃ楽しそうじゃん。じゃあこれパスあるんですけど、これ使います。はい、確認いたしました。こちらにご案内します。これってパスなくても普通に並べるんですか？もちろんもちろん。あ、そうなんだ。パラソルほど変わらないです。あ、そうなんだ。出発の際、アナウンスでレッツトルネードってアナウンスが入ります。皆さん一緒に手を挙げて元気よくレッツトルネードっていう風に回していきましょう。一回私と一緒に練習していきましょう。いきますよ。せーの、レッツトルネード。皆さん元気よく楽しんでいきましょう。ご案内しますね。お待たせいたしました。それでは出発いたします。やんばるから連なるジャングルとその上空に広がる空の中へ、レッツトルネード。まもなく気が止まります。ナビゲーターの案内があるまで続きしたままでお待ちください。気が止まりましたらバックライながらシートベルトを外してください。最高。正直めっちゃおもろかった。マジでおもろい。これはね、後からもう一回乗りたいぐらい面白かったですね。しかも僕一応プレミアムパス買ったんですけど、別に買わなくても普通に並んですぐ乗れるみたいです。僕行った時全然人並んでなかったので、多分なくてもすぐ乗れたと思います。だってこんな新しいテーマパークに日曜日に来てこんな楽しいアトラクション全然並ばずに乗れるんですよ。今のとこ最高だな。次はさっきこの当選したスカイフェニックスっていうやつに乗りに行こうと思うんですけど、結構ね時間シビアなんだよな。これ11時40分から12時までの間20分しかなくて、やんばるトルネードすぐ乗れたからよかったですけど、もしね待ち時間とかで時間逃してしまったらもう乗れない可能性もあるって言ってたので、これはねちょっと注意必要ですね。次はあれに乗っていきます。あれもめちゃくちゃ楽しそう。はい、OK。はい、画面また受け付けるんですが、はい、ね、カウンターまでお願いします。はい、お願いします。確認いたしますね。はい、スカイフェニックス1名様でお間違いないですか？はい、ありがとうございます。ラジ測定ございますので、お荷物すべてこちらにお願いします。はい、
スカイフェニックスは体験中の撮影ができなかったので、残念ながら実際の映像はありません。ただ体験してみると森の上を滑りながら進んでいくので、本当に空を飛んでいるような感覚がありました。景色もかなり綺麗で、個人的にはジャングリアの自然を一番感じられるアトラクションの一つだったと思います。スカイフェニックス楽しんできました。普通にめちゃくちゃ楽しい。僕はこういう絶叫系が大好きなので楽しいのか、普通の人にも楽しいのかわからないんですけど、これだけ短い時間でこれだけアトラクション楽しめるんだったら全然いいと思いますね。ただやっぱりめちゃくちゃ暑い。いや僕ね、もうすでにめちゃくちゃ汗だくなんですよ。やっぱりなんかこのハーネスとかつけるとき汗すごいから、なんかちょっと従業員の人に申し訳ないなっていう感じがちょっとしました。やっぱりこうやってね、僕みたいに日傘もささずに歩くんじゃなくて、しっかりと日傘さして涼しくして歩いた方がいいと思います。というわけでね、今このジャングルエクストリームスっていうエリアでめちゃくちゃ楽しんできたので、次はねちょっとこの園内の中軽く散策していこうかなと思います。やっぱり園内の中は本当に人が少なくていいですね。で僕はね、遊園地とかテーマパークの人が少ないの悪い方向じゃなくてめちゃくちゃいい方向に考えてて、やっぱり遊園地とか歩くとき人多かったらめちゃくちゃ疲れるじゃないですか。でもこのジャングリアはこの大自然の中ゆっくりこうやって散歩しながら回ることができる。ただ暑いですけど、いやでもね、やっぱそれでも沖縄っていう感じがしてめちゃくちゃいいですね。今日動かないんですかこれ？ちょっと天候のあれもあって、ちょっと今日は飛ばないんですけど、ただ中入って、はいゴンドラの中の中入ったりとか、できるんですか？はい、お写真とかお貸しいただければ中でスタッフお写真撮ったりするんで。じゃあ見に行ってもいいですか？今日あと1時までなんで、あと45分で終わっちゃう。じゃあ今ちょっと見に行ってきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。中多いんで足元気をつけてください。はい、わかりました。ありがとうございます。いってらっしゃいはい、飛ばないと噂のホライゾンバルーン、なんか飛んでない時でもなんか中を見ることができるみたいです。ものすごい大きい気球だから気になってたんだよな。ちょっと近くで見ていきますか。こんにちは。登っていただく際、足元お気をつけくださはい、ありがとうございます。うわ、本当だったらこれに乗って沖縄の景色を楽しめるんだけど、全然飛ばないっていうのはもったいないな。もうちょっとね飛ばしやすくなればいいんだけど、いやそれもね今後に期待ですね。これって1ヶ月に何回ぐらい飛んでるんですか？回数はお伝えできないんですけど、はい月によくですけど、だいたい 50%。 50% が、じゃあ外れ引いたんですね今日は。そうです、少し風が強くて。あーそっか、残念です。はい、また来ます。はい、ありがとうございます。この辺りとかかなり静かだな。本当に新しくオープンしたテーマパークなのにこんなにゆっくり歩けるのは僕的にはものすごく最高ですね。正直来る前は、日曜日だったらさすがに結構お客さんいて、ガヤガヤしてるだろうなと思ってたんですけど、いやこれですからね、超歩きやすい。このエリアとかは今は何もしてないのかな。もしかしたらご飯食べる場所かな。あそこにご飯食べる場所には人はいるけど、この広場もいいな、この雰囲気マジか。本当に疲れたらなんかこういった休憩する場所にたくさんあるんで、ジャングルの中みたいな雰囲気の場所で休めるし、今もう2時間半ぐらいかな、このジャングルや楽しんでるんですけど、僕的には普通に楽しいです。ただ一つ懸念点を挙げるとすれば暑すぎる。暑慣れてない人が来たら倒れるレベルで暑いかも。しかもまだ7月の頭ぐらいなので、これから先もっと暑くなると考えたら、もし訪れる際は本当に熱中症対策とか水分補給はしっかりしないと下手したら死人が出るぐらい暑いと思います。僕はねちゃんと水筒持参で、一応ね園内に水を補給する場所も結構たくさんあるので、こういったでかい水筒持ってきてしっかり水分補給してます。今からここでなんかワイルドビートっていうイベントがあるらしいんですけど、お客さん全然いなくて、なんか従業員の方なんか今からイベントありますみたいな感じで呼び込みしてるのなんかちょっと悲しそうだったので、せっかくならちょっとここで見ていこうと思います。皆さんようこそワイルドバンケット。ここワイルドバンケットではワイルドビートという南国音楽のライブショーが行われています。
正直そこまで期待せずに見始めたんですけど、演者の方々のダンスや生演奏が本当に素晴らしくて涙が出るくらい感動しました。僕が見た回はお客さんがかなり少なかったんですが、それでも一切手を抜かず全力で演じ続ける姿がすごく印象に残りました。ワイルドビートめちゃめちゃおもろいじゃん。なんでこんなお客さん少ないの？なんかすごいもったいないなっていう感じでしたね。本当になんかすごい盛り上がる音楽ばっかりで楽しいんですけどね、ちょっとお客さんが少なくてなんかちょっと寂しい感じだったので、いやもっとねお客さんが増えてくれたら演者の人たちもね嬉しいと思うんですけど、いやこれどうにかならないですかね。こちら側から恐竜たちがねたくさんいるエリアに入っていくんですけど、あそこに大きな恐竜見えますね。あれはブラキオサウルスかな。あれもジャングリアのシンボルみたいな存在ですよね。やっぱりねこのサファリエリア結構人多めですね。アプリの待ち時間とか見ててもこのサファリの周辺のアトラクションだけ、50分とか30分待ちとかになってるので、ほら今こうやって見たら結構人並んでるでしょ。このエリアやっぱりお子さんとかも乗れるアトラクションが多いので、こういった感じ結構行列できてるのかもしれないですね。いやこの暑い中みんな並ぶの大変だな。これがものすごく大人気で、僕も乗りたいんだけどこれはねプレミアムパスとか買ってなくて整理券とかもないので、これ並ぶしかないみたいなんですよね。今は何分なんだろう。こうやってアプリ見たら待ち時間わかるんだけど、まさかの50分待ち。今から50分待ちはきついのでちょっと時間空けてまた訪れようと思います。この辺りはガラガラっていうより程よく人がいる感じですね。本当に全く人がいなかったら、ちょっと不安になるんですけど、活気があるというかいい雰囲気になってくれてますよね。このジャングリアね、こうやって園内の至る所にこうやって水が噴き出してる部分があって、うわめっちゃ濡れる。これあるだけで全然違うわ。めっちゃ涼しい、助かる、めっちゃ気持ちいい。いやいいなこれ。あ、割とすぐ冷たい水出る。美味しい。熱湯が出てくる。こうやってめっちゃ熱い水もあるな。熱すぎて全然飲めねえ。やばい、熱っ。やっぱりこれだけ暑い中にずっとされてたら使われてないやつ熱いよな。熱すぎるなこれ。今ジャングリアの北側のエリアの方に来てるんですけど、見てくださいこれ。今日日曜日ですからね。日曜日の真昼でこの快適さです。これは一体何なんだ。ビオレとジャングリアコラボしてんのか。なんか涼めるのかな。ちょっと入ってみよう。ここにもなんか楽しそうな恐竜のアトラクションがありますね。ファインディングダイナソーズ。ここは小さい恐竜を育ててるみたいなテーマのアトラクションになってるみたいですね。これも結構人気そうだな。でも待ち時間今25分になってるので、まだちょっとね後から乗ってみようと思います。最悪、さっき応募してたスカイトレッキングのチケットが取れなかった。やっぱりこうやって本当に外れることもあるんですね。ちょっと残念だな。ここにはなんかフォトスポットがあって、うわここから恐竜見えるわ。すごいね。ここだけ見たら本当世界観の作り方すごいな。昔の時代に来たみたい。あそこに恐竜が見えて、巨大なバルーンが見えて、恐竜ちょっとこっち向いてほしいな。あれ恐竜は動いたりはしないのかこれも人気のアトラクションだ。これは30分ぐらい待つみたいですね。いやこれも乗ってみたい。これで一応一瞬やるのか。いや意外に早く済んだな。今ちょっと軽くアトラクション楽しみながら一周してきたんですけど、だいたい 3,40 分ぐらいで一周できるぐらいの広さでしたね。思ったよりそんなに広くなくて歩きやすいですね。園内歩いてると確かに人が少なく見える部分たくさんあると思います。では実際にこのジャングリア沖縄来場者数はどうなっているのか、これは報道ベースで確認した情報なんですけど、2026年1月末で約65万人になっています。
1日平均では約3500人程度です。さらに年間では約110万人の入場が見込まれていて、当初の目安とされていた美ら海水族館の年間300万人の約半分の150万人には届かない見込みになっています。しかもその半年のうちに訪れた65万人のうち約10万人がスパのみの利用となっていて、このジャングリア沖縄は実は奥の方にスパ、温泉があって、そちらだけを利用するお客さんも10万人いたみたいです。つまりテーマパーク単体の利用者だけを見ると、少し少なくなってしまっているのかなという印象を受けます。一方で売上についても報道があって、入場料の売上だけを単純計算すると約半年で37億円の売上になっています。ただしこれはあくまで入場料を単純計算した数字なので、具体的な数字っていうのはちょっとまだ見えてないんですけど、ただこのジャングリアの上元であるジャパンエンターテインメントは2025年の6月の決算で約86億円の赤字を計上しています。つまりこのジャングリア沖縄は開業後にどれだけ多くの人を集めて、どれだけ満足度の高い体験を提供できるか、これがかなり重要になっている施設だなと感じています。少なくとも数字だけを見ると、このジャングリア沖縄大成功というには難しいかもしれないんですけど、僕が今日半日実際に遊んでみてなかなかいいんじゃないのかなと思いました。やっぱりネット上にはね、本当に悲観的な意見が結構たくさんあったので、ちょっとやばい施設なのかなと思って訪れてみたんですけど、僕的には全然そんなことなくてすごく楽しんでます。これからもね、水のショーがあるらしいので、それもちょっと覗いていこうと思います。ここだここだ、これ楽しい水のショーがあるらしいから、ちょっと行ってみよう。結構お客さん集まってるな。活気があってやっぱいいですね。来た水、うわー、びしょびしょや、うわー、結構びしょびしょなる、めちゃくちゃびしょびしょなる。続いてやってきたのがジャングリアスプラッシュフェスです。沖縄らしい音楽とダンスに合わせて会場全体に大量の水が放たれる夏限定のびしょ濡れショーです。最初は少し離れた場所から見ていたんですけど、ショーが始まると容赦なく水が飛んできて、想像していた以上にびしょびしょになりました。ただこの日は一日中かなり暑かったので、これがめちゃくちゃ気持ちよかったです。演者の方々を見るだけではなく、お客さんも一緒に踊って水を浴びながら盛り上がる、ジャングリアの中でもアトラクションとはまた違った一体感を楽しめるショーだと思います。それではこの後もジャングリアで最高でした。めちゃくちゃ楽しい。普通にこういうテーマパークってアトラクションに注目が行きがちなんですけど、こういった細かいショーとか注目したらよりこのジャングリア楽しめるんじゃないのかなと思いました。確かにアトラクションだったら並ぶ時間とか多いし、人も多くてちょっと嫌だなって感じる人もいるかもしれないんですけど、こういったフェスだったら大人数でワイワイ楽しむことができるし、何よりこういった雰囲気のが沖縄っぽい雰囲気を感じることができて、ジャングリアじゃなくて沖縄に来たなって感じることができるので、皆さんもジャングリアの訪れた際はぜひね、ショーとかね、フェスとかにぜひ参加してみてください。ものすごく楽しいです。この後はね、ちょっとさすがにね、もう2時ぐらいになってきたので、ちょっとね、僕もお腹空いてきたのでご飯食べに行こうと思います。事前にジャングリア沖縄の方に撮影許可いただくときにおすすめのご飯屋さんご紹介いただいてて、ジャングリア沖縄で一番美味しいご飯屋さんここだよっていうのを教えてもらったので、そこに行ってみようと思います。でその飲食店の名前がトロピカルオアシスって言って、スパの建物の1階にあるらしくて、それって普通に入れるのかな、ちょっと探しに行ってみます。で今調べたら園内から直接スパに行けないらしくて、1回園外に出てからバスに乗ってスパの方まで行かないといけないみたいです。それちょっとめんどくさいですね。確かに美味しいって言われたらそこ食べたくなっちゃったのでそこ行くんですけど、普通にこの園内で楽しみたい人は普通に園内のご飯屋さんでも全然美味しいご飯屋さんあるらしいので、そちらでもいいと思います。一回スーパー行ってもう一回帰ってきたいんですけどいいですか。ここにスタンプを押しますね。再入場の際チケットと一緒にお持ちください。わかりました。はい。
ありがとうございました。階段正面です。よいしょ。スパジャングリアの方にやってきました。いやすごいここの雰囲気も本当にジャングルの中にある豪邸みたいな感じですね。いや楽しみだな。で一応このスパジャングリアは温泉あるんですけど、今回僕は温泉入らなくてお食事だけする場合は無料で入るらしいので、もしね興味ある方ぜひここのねスパジャングリアも訪れてみてください。こんにちは。レストラン利用したいんですけどいいですか？ありがとうございます。で一人お願いしてもいいですか？食事とか飲み物飲まれますか？もちろん。なんかここのご飯がジャングリアの中で一番美味しいって聞いたんですけど本当ですか？美味しいです。美味しいですか？なら楽しみです。でそのおすすめいただいた料理が冷製パスタ、マグロもずく、シークワーサーと島らっきょうと牛ヒレのステーキ、赤ワインソース、これ2つ頼んでみようか。お値段はねどの商品も、やっぱりテーマパークということもあって結構高めですね。なんかさっきまで水びしょびしょではしゃいでたのにこんな落ち着いたところに来てちょっと心が動揺してます。めちゃくちゃうまそう。やっぱ地元産の食材をかなりたくさん使ってるから、いや沖縄に来たっていう感じするだろうな。もずくとマグロの冷製パスタなので体にも良さそう。やばい、めちゃくちゃうまい。ちょっとびっくりするぐらい美味しいかも。やっぱ本当に美味しいね。マジでうまい。ほんまにこれはすごいうまい。これ多分もずくとシークワーサーの相性がめちゃくちゃいい。ソースとマッシュポテトにも島らっきょうを刻んで入れております。じゃあお肉もやってきました。すごいいい匂いするんだけど、いただきます。島らっきょう美味しいよね。笑えるぐらいうまい。ジャングリアの料理ってこんなに美味しいの？ちょっと今感動してる。いただきます。柔らか。これはねマジでうまいやつだね。島らっきょうの火の通し方とかお肉への火の通し方とか全部完璧ですね。ごちそうさまでした。というわけで今スパジャングリアのトロピカルオアシスでご飯いただいてきたんですけど、マジでびっくりするぐらい美味しかった。もしかしたら他のジャングリアの中にあるレストランも普通に美味しいかもしれないんですけど、ここはね自信を持っておすすめできるぐらい美味しかったです。ただ園内ではなくてスパジャングリアの方にあるのでちょっと移動が面倒なので、もしね移動が面倒って思う方は園内でお食事されて全然いいと思いますし、もし食にこだわりがあって美味しいものを食べたくて、しかもねめちゃくちゃ空いてるらしいんですよ。従業員の方も穴場のスポットっていう感じで教えてくださったので、もしご興味のある方はねこちらのスパジャングリアに訪れてみて、美味しいねご飯食べてみてください。ここで少し、僕自身気になってて調べたことをちょっと皆さんにシェアしたいんですけど、このジャングリアがこの沖縄北部の観光にどういった影響を与えたのかっていうのを僕自身ちょっと調べてきたのでご紹介させていただきたいと思います。このジャングリアっていうのは単純にこの施設単体で終わるものではなくて、周辺のホテルだったり観光っていうのも巻き込んで作られた施設だと僕は考えています。実際にこのジャングリアにはオフィシャルホテルっていうのがあって、入場確約付きの宿泊プランであったりだとか優先入場であったり、ホテルからジャングリアへのシャトルバスの運行などもされています。つまりジャングリアを中心に沖縄北部へ観光客を呼び込もうとする動きがあります。さらに龍銀総合研究所と沖縄セルラーの共同調査では KDDI の人流データを使ってジャングリア開業前後の人の流れが解析されています。そのレポートによると、ジャングリア開業後の沖縄北部への来訪者数は確実に増加しています。特にジャングリアがある今帰仁村では前年度比なんと36万人以上増加していて、増加幅はなんと 61% 以上です。一部ジャングリアの面積が含まれる名護市でも前年度比13万人以上の人の流れが確認されています。
さらに重要なのがジャングリア開業後の半年後の経済効果っていうのも出ていて、ジャングリア開業半年後の経済効果はなんと約322億円とされています。これはとてつもない数字です。つまりネット上ではガラガラすぎるとか高すぎるっていう意見もたくさん出てるんですけど、実際には経済効果はかなりたくさん出ていることが分かります。一方で来場客数っていうのは先ほども述べたように伸び悩んでいて、その部分はまだ大きな課題があると思います。やっぱり人が来にくい一番の原因っていうのは、僕は交通のせいだと思っていて、やっぱりこの沖縄の北部かなり交通の便が悪いです。正直レンタカーがないとほぼ移動できないぐらい不便なので、やっぱり公共交通機関を使って訪れるっていう人がかなり少なくなっているみたいです。実際に僕も今回、レンタカー借りて訪れてみたんですけど、それでもやっぱり遠いんですよね。やっぱ皆さん那覇空港に到着して、那覇空港からレンタカーを借りてこのジャングリアに来るってなると、それでもう2時間ぐらい消費してしまうっていうことになるので、その部分でもなかなか一歩踏み出しにくいっていうのもあると思いますし、やっぱりタクシーとかを利用してこのジャングリアに訪れるって言っても、やっぱり入場料金とか、アトラクションを体験する料金とか結構高い部分があるので、それもねなかなか厳しいところなのかなと僕自身感じました。やっぱジャングリア単体が成功するだけではなくて、この沖縄県全体というか、特に沖縄県北部に人が集まって観光客が増えて全体的に盛り上がっていくっていうのが、このジャングリアの成功なんじゃないかなと思っていて、もちろんこのジャングリア沖縄テーマパーク単体としてもさらに成功していかなくてはいけないとは思うんですけど、それを踏まえた上でこの沖縄県全体とか北部全体にどういった影響を与えていくかっていうのが、このジャングリア沖縄の役割なんじゃないのかなと僕自身考えています。というわけで園内の方にまた戻ってきたので、まだ楽しんでないアトラクションをちょっとね楽しんでいきたいと思います。個人的にやりたいのは恐竜のやつと、あとバギーに乗るやつも楽しそうなので、パスとか何も持ってないのでゆっくりね並んで待っていこうと思います。一人です。ではあんな感じでバイク型のバギーか車型のバギーやるんですか？一番激しいのどれですか？一番激しいのがこう一回アドレナリンチャレンジ。アドレナリンチャレンジか。じゃあそれやります。はい。ではまたこちらから。全然人少なくてめちゃくちゃいいじゃん。30分って書いてあったけどすぐ乗れそう。うわーすごい数のバギーだ。これは楽しそうだな。ほら誰も並んでないよ。はい。じゃあカメラくんお留守番で。よいしょ。あれ開いてないな。バギーめちゃくちゃ面白かった。やっぱり今もう夕方の4時なんですけど、4時ぐらいになるともう並ぶ人もね全然少なくなってきて超快適に遊べるので、もしかしたら朝早く来るよりもちょっとね夕方とかにずらした方がさらに快適に過ごせるかもしれないです。ジャングリア閉園時間5時なので、4時ぐらいになるともうこんだけスカスカですね。めちゃくちゃ快適。やっぱりこれ昼ぐらいに来て5時ぐらいまで遊ぶのがもしかしたら一番効率よく遊べるかも。1人お願いします。ありがとうございます。いってらっしゃい。日常生活で T-Rex 見ることないと思うので、ぜひもっと近くで観察をお願いいたします。正面から横から見え方変わってきます。また近くに寄ればやるほど細かい部分見えるので、ぜひじっくりと観察をお願いいたします。というわけで今ジャングリアから出てきました。とりあえずねいろいろ話したいことあるんですけど、めちゃくちゃ暑いのでまずはね車の中で締めようかなと思います。駐車場の料金はこういった機械で生産するみたいですね。1日2000円です。6時間ほぼ7時間いたのか。すごい遊んだな。 OK。 いろんなね決済手段あるので便利ですね。今車の中に戻ってきました。めちゃくちゃ暑かった。もうね腕の日焼けがすごいんですよ。本当に暑くて楽しい時間を過ごさせていただきました。で今回このジャングリアに訪れてみてまず感じたのは、従業員さんの質がものすごく高かったです。
これは正直 USJ とかディズニーに匹敵するぐらいすごかったと言っても過言ではないぐらい、従業員さん素晴らしい方たちばかりでした。確かにネットで言われるように園内は日曜日にしてはかなり空いてるなと僕自身感じました。広い園内だったりだとか、広い通路を見ていると、ガラガラすぎるとかそういった意見もネット上に出るのは仕方ないことなのかなと思いました。ただ一方でかなり園内が広いし、この日差しだったのでお客さんたちが日の当たらないところに避難したりだとか涼しい場所に避難したりとかで通路人が少なく見えている要因も、多少あるのかなとも思いました。僕自身ね、今日たくさんアトラクション体験させていただきました。ヤンバルトルネードから始まってスカイフェニックスショーも見させていただいて、最後には恐竜のアトラクションも乗って、もうかなり盛りだくさんで、ネット上にある意見は無視して僕自身の評価はめちゃくちゃ高いです。ただ人を選ぶなとも感じました。もちろんね、万人受けすればテーマパークとしては安泰なんですけど、中心部からかなり離れた場所にあったりだとか、暑さが問題だったりだとか、あとね料金が高いとかそういった意見もあるんですけど、今日見た風景だけで成功か失敗かっていうのは、僕自身はいないんですけど、まだまだこれからお客さんが増えるポテンシャルは全然あるなと感じました。これも何回も僕の意見になるんですけど、もし沖縄旅行に次来る機会がある方がいらっしゃったら、ぜひ1日はこのジャングリアのために使ってもいいのかなと思ってます。僕自身ね、最初来る時めちゃくちゃいろいろ調べて、新しくアトラクションできたからこれはプレミアムパス取って早く乗った方がいいのかなとか、抽選外れたらどうしようとかいろいろ考えてたんですけど、そんなこと考えなくても普通に来て、ゆっくり楽しめばいいのかなと僕は感じました。やっぱり僕の印象的には沖縄っていうのはすごいゆったり時間が流れていて、ゆっくりできるのが、沖縄の良さだと思っているので、僕みたいにいろいろキツキツに考えすぎずに、ゆっくりこのジャングリアに来て、あれ乗れなかったらもう仕方ないや、じゃあそこ他の場所行こうよみたいな感じでゆっくりできるような人だったら、もうかなりねゆっくり楽しめると思います。今後この巨大なテーマパークがこの沖縄北部の新しい目玉になっていくのか、それともネットで言われるように厳しい状況を覆せずにこのまま終わっていくかっていうのは、開業から約1年経ったこのジャングリアに訪れてみて、僕はまだまだこのジャングリア大丈夫なんじゃないのかなと来てみて感じました。というわけで皆さんもね、ぜひ興味があったら実際に来てみて自分で体験してみて、その経験をねぜひ皆さんにシェアして、このジャングリアの素晴らしいところと悪いところをねシェアしていけば、さらにこの沖縄北部がね盛り上がると思いますので、ぜひ皆さん訪れてみてください。今回の動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。